どうもこんにちは、川勝の健です。今日は今年のナンバーズコレクションについてちょっと話していきたいと思います。ナンバーズコレクションは僕がブランドを設立当初からずっと続けていて、毎年11月ぐらいに行う展示会で何作品か作って発表してるんですが、去年までに20作品を作りました。で今年は21作目からということで、これ最初の時って6足作って、次が8足作って、その次2足とかで、その次4足とか、結構ね制作数が最近減っちゃってるんですけど、これはなぜかというと、やはり他にたくさん作らなくてはならない靴がありまして、そっちに手が取られてしまうということなんですが、このナンバーズコレクションというのは続けていきたいので、今年もやっていきたいと思います。今年は3足制作する予定です。ナンバーズコレクションというのはビスポークや MTO と違って、僕発案でこういうデザイン、こういう靴を作りますという、もう先に作ってしまいます。これワンサイズワンデザインのワンオフとして今までナンバリングして作ってきてますが、それを見て気に入ってくれた方、サイズが合っても合わなくてもその靴が欲しいと思った方に買っていただくというものでして、オーダー靴だとお客さんとやり取りする中でこういう靴にしていこうっていうふうに決まっていくんですが、このナンバーズコレクションについては僕がこういうのはどうだろうかと、こういうのが今作りたい、見てみたいぞっていう、そういう制作意欲のみで作っていく靴になります。作っていく中でね、このナンバーズコレクションの話はしていきますが、今日は今年作る予定の3足テーマを決めましたので、それの話、導入的な感じでやっていきます。今年のテーマはエイジング、時間というところをねテーマにしていきたいと思います。革靴ってエイジングするじゃないですか。履くと当然傷は入る、擦れる、履きじわも入る。でクリームを入れて磨いていくことによって光沢感も高まっていって、そして足に馴染んでいってって、それもやはり革靴、革を使うね製品としてはすごく重要な部分だと思うんですね。でそのエイジングというところって、靴を最初作った時って新品の状態なので、ある意味完成はしてるけど、ある意味ではそのエイジングまで含めると完成はしてない状態なんですよ。ただ今回はそのエイジングに焦点を当てることによって、最初の時点で時間を感じられたり、最初新品なんだけどエイジングした雰囲気だったりオーラ、あと古さみたいな、そういうのを感じられるような作品群にしたいと思います。3つ作るんですが、3足それぞれテーマを変えます。3足すべて時間とエイジングに関係したものにするんですが、やり方を変えます。まずは1足目、もう制作する革とかデザインある程度決めましたので、今回の動画では革を紹介していきます。今回まず1足目に使う革はこれですね。これはイタリアのベビーカーフです。担任なめしのベビーカーフで光沢感があり、そして自然な革の表情というのがありますね。トラとかもね結構出てます。すごく透明感が高くて、パッと見ていい革だなということは触ってもね分かるような、そんな革です。この革を使って作るんですが、作る前にこの革の状態でエイジングさせてみたいと思います。初めての試みなんですけど、エイジングというと使うことによる擦れとか傷とか、あとは紫外線による色の変化とか、あとはクリームを入れることによる摩擦によってこの表面が光沢が出るとか、あとオイル、ローブンが染み込むことによって光沢が出る、そういったものがあると思うんですが、靴の状態ではなくて革の状態でそれをやっていきます。具体的にはこれをね外に置いて日光にさらして紫外線による経年変化を起こす。またクリームを革の状態で何度も塗っていきます。擦れとかそういうところに関しては、これあまりやりすぎてもただただボロボロになってしまうので、一ついい案を思いつきまして、これを使ってこの上で靴を作ろうと思います。
本当のエイジングの擦れ傷っていうのは歩行することによってできるものですけど、今回はそれとは全く同じではないんですけど、靴を作る時にこれを敷いて作ることによって自然なやりすぎない擦れとかね、あとは摩擦によるツヤなんかが出てくるんじゃないかなとやってみます。というのが1足目。次はこちらの革ですね。これはクラストカーフといって染色されてないかなり革の質に近い状態のものです。これもイタリアのものなんですけど、カーフですね。先ほどのような表面の艶やかな感じっていうのは現時点ではないですが、これ磨くと光沢感が出ることを、この革で作ったことがあるので知ってます。でこの革を選ぶ理由はですね、色がついてないので染色できます。また今回僕が作りたいイメージのこの革の質感にぴったりというところですね。で染色ができるというのが今回大事でして、1足目が革の状態でエイジングをさせるのに対して2足目は靴の状態でエイジングをさせます。この革の状態で作ってから靴にした状態で先ほどの革と同じように日光に当てたり磨いたりというところでエイジングをさせていきたいと思います。エイジングというか言ったらアンティーク加工、ダメージ加工みたいなことでもあるんですけども、その一環で色の変化を使い込んだ風合いをイメージしながら染めていきたいと思いますので、そのためにこのナチュラルのカバーを使いますというのが2足目です。そして3足目、こちらの革を使います。この革はバッファロー革ですね。バッファローのベビーカーフです。革の厚みそんなに厚くない、ベビーカーフらしくね結構薄めなんですけど、張りもあって表面がねやはりこのバッファロー独特の微妙な小さなしぼ感というのがあります。今回この3足それぞれ、革は違うんですけど、どれも革の表情かなり素に近いような雰囲気のものですね。すべてキャメル系、ライトブラウン、ベージュ系の革を使っていきます。この3足目のこの時間を感じさせる製作方法は、この靴に関してはエイジングという手法は取らずにデザインそのものを古めかしくやっていきたいと思います。僕はヴィンテージ靴は結構好きで、収集が割と靴好きの始まりだったりもするんで、そういう原点に帰るみたいなところも含めつつ、ヴィンテージのレプリカを作るわけではないので、僕なりの解釈でヴィンテージっぽい古いこういうデザイン、昔実際にあったかどうかは置いといて、こういうのありそうだなみたいな、そんな感じでデザイン、形によって古さを演出していきたいと思います。最初の2足が使い込んだ時の流れであるのに対して、3足目は使い込んでない新品の状態でずっと保管されていたみたいな、そんなイメージの靴になります。ということで今回ナンバーズコレクション3足はエイジング、時間というところに焦点を当てて作っていきたいと思います。僕自身ね初めての試みでどうなるかわからないんですけども、試行錯誤しながらやっていきたいと思います。3足に関しては制作動画全ての工程ではないですがちょこちょことアップしていきますので、完成した暁には展示会にて実物をご覧いただけると幸いです。それではまた。